皆さんこんにちは、青ゆいです。本日はこちらの ZF と 7200mm の組み合わせでストリートスナップを楽しんでいきたいと思います。行ってきます。合わせて構図、カメラの設定解説、玉ボケ、70と 200mm の比較なども行います。ぜひ最後までお楽しみください。まずメインのここから撮りたいです。ではまずこのメインのストリートから、撮っていきたいと思います。撮ってみたいと思います。若干逆光気味なんですけど、それもまた良きということで、この占いのあたりいいですね。提灯のね。今回はただ作例を見せるだけではなくて、構図とカメラの設定、この2つに絞って解説していきます。なぜこの構図にしているのか、なぜこの設定で撮っているのか、そこも合わせてお楽しみください。まず構図のポイントは、提灯の並びを使って奥まで視線を引っ張っているところです。上から奥に向かって連なることで自然と門まで目が流れます。さらに左右を建物で挟んでいるので、視線が外に逃げず中央に集中します。次に設定ですが、これはあえて少し暗めにしています。明るく撮ると提灯の赤が薄くなるので、露出を抑えて色の強さを優先しています。その結果、光と影の差が出て立体感も出ています。じゃあね。おー、何これ、面白い。まず構図のポイントは、手元だけによって主役を絞っているところです。あえて手元だけにすることで作業している瞬間に集中させています。さらに背景もシンプルな壁を選んで余計な情報を削っています。次に設定ですが、200mm の望遠で背景を整理しています。あと F6.3 でボケすぎず手元の情報をしっかり残すようにしています。いいね。ちょっと覗く感じがまたいいですね。まず構図のポイントは、上の提灯と国旗をフレーム代わりにしているところです。上で囲ってあげることで視線が下に落ちて、自然と見せたいものに視線がいく構造になっています。次に設定ですが、200mm の望遠で背景を整理しつつ圧縮しています。裏路地いいですね。路地感がいい。まず構図のポイントは、縦と横で見せたい範囲を変えているところです。横構図は左右の情報も入るので、その場の空気感や広がりを見せることができます。一方で縦構図は上下に絞ることで主役に視線が集中して切り取った感が強くなります。今メインのストリートがここで、ちょっとこの裏路地感もまた良くないですか？いいんじゃない？まず構図のポイントは、ドアを境に画面を2分割していることです。右側は大きな面で余白を作り、左側に人物を配置することで自然と視線が主役に集中します。次に設定ですが、 F3.5 にしているのは、周りの情報をしっかりとぼかして人物をぼかせるためです。このね、圧縮が効いてる感じがまたいいね。おもろい。
まず構図のポイントは左手前の大きな前ボケを使って奥行きを作っているところです。手前をあえて入れてあげることで奥のネオンや椅子のある空間が引き立って見えます。次に設定ですが、ネオンの赤色をしっかりと残したかったので露出は少し控えめで白飛びを抑えています。あ、いいね。Z らしいね。まず構図のポイントは光の当たる位置に人物を合わせているところです。周りが暗い中で人物だけが光に入ることで自然と目立ちます。次に設定ですが F18 まで絞って全体の情報をしっかりと見せています。なぜかというとこのシーンは光と影のコントラストが強いので、あえてぼかさず街の情報を残しています。いいんじゃない？Z の描写と合うんですよね。面白い。ちょっとここ撮る。面白いんですけど結構暗いのでね、F 値で、明るさ保ちましょうか。いいね。少ししゃがんで。まずこの構図のポイントは色を緑で統一しているところです。被写体自体はただの配管ですが、色を揃えることで情報が整理されまとまりのある写真になります。次に設定ですが、余計な情報を限りなく減らしたかったので 155mm の望遠で撮っています。いい。近い。ああ、いいな。このハート。ちょっと目の前のハートを撮ります。F 値は 2.8 がいいんですよ。なんでかっていうと、このハートだけを目立たせたいので、ハートとこの街並みの感じがいいのよね、下の。ああ、いいね。まず構図のポイントはガラスの反射を使って内側と外側を重ねているところです。シルエットと店内の情報が重なることで1枚の中の奥行きとストーリーが生まれます。次に設定ですが F2.8 まで開放にすることでシールをしっかりと目立たせています。背景をぼかすことで自然とハートに目が行くようになっています。お渡し口、この一体が可愛いのよ。まず構図のポイントは左右で対比を作っているところです。左は作業風景、右は商品写真にすることで作ってる側と提供されるものを1枚で見せています。次に設定ですが F5.6 にして両方の情報をしっかりと見せています。いい。ちょっと一旦あっち側に戻りたいと思います。この黄色面白いですね。ドアノブだけ撮るとかね。影とドアノブ。やっぱりね、改めて、Z といい、この70-200といいね、暗所こそ楽しいレンズだなとすごく思いますね。奥がちょっと暗くなってたりして、そこに被写体がふっと浮かび上がるような、そんなシーンと結構合うなっていうのをかなり実感してめちゃめちゃ楽しんでます。撮りたいものいっぱい出てくるね、このレンズ。はい。可愛いものでいっぱいだ。こことかもいいし。今からちょっと奥の鼻のあたり撮りに行けたらなと思っています。暑い。結構暑いよ。なんかこのあたり面白いですね。コカ・コーラの椅子が結構好きかも。いいね、いいね。ちょっと下から撮ってあげて。手前のこれなんだ、赤いのが入ってきて。あってもね、赤でまとまるのでいいかもしれない。いいんじゃない？
いいね。ここのストリートもいいですね。いいね。かっこいい。いいかな。200ミリで撮ります。いいね。ああ、いいわ。はい、行きましょう。横断歩道で待ってる間に面白いですね。橋の目の前の橋の右側だけ光が当たってる感じと桜良くないですか？そうね、いいよね、やっぱりね。でこのねちょっとフレームが邪魔なので寄ります。いいよね、そうだよね。なんか Z だわっていう感じがありますね。はいはいはい、いいよね、こういうの合うよね。もっと寄っちゃおうかな。いいね。はいはいはい。それではね、目の前の桜の中からいい感じのものを選び取って、撮りたいと思います。まあ今結構ね、このままですとちょっと手前の桜にやっぱりピントが取られることがあるので、マニュアルでやってみたいと思います。この子でいきましょうか。いいんじゃない？グッとプラスボタンで寄ってマニュアルでピシッと合わせる感じですね。ちょっと寄って奥をピンクの背景にしても面白そう。ああ、この花だけを集中して。あ、来ましたね。ここですね。っていう感じで押すと後ろがね背景ピンクになっていて、それもまた可愛いです。それではね、桜の木を少し離れてまた違った雰囲気を楽しみたいと思います。こういう感じで、全体を撮ってあげても面白いかなと思ったりしますね。この柱が結構面白いのでね、なんか良くないですか？これはこれで。いいね。いいね。寄って撮っても面白いんですけど、引き際でね、撮ってあげても、そう、引いて全体を楽しむっていう方法もあるかなと思います。では、あっちに行きます。マクロっぽい感じで撮ります。真上からね。ちょっとマクロっぽい感じで撮りたいので、思いっきりエリアのモード小さくします。そして、もっと言うのであれば、マニュアルでピント合わせます。いいね。ではこの手前の花を取ります。面白いね。ここだけにピントがあって。
いまで全然寄れちゃいますね。いいんじゃない？うん、玉ボケできてる。縦かな。でっか。ボケがでかすぎる。面白い。あ、私がいる。この屋台と一緒に。面白いですね。いた。いました、いました。ちょっと移動します。あ、でもな、一回あっち戻ろうかな。ちょっと撮りたいものがあるので、行ってきます。ここもいい。わあ、いっぱいご飯がある。美味しそう。ちょっとお腹空いてきた。あ、なんかこのステッカーいいですね。面白い。ステッカーをメインに撮りましょうか。もうちょっと下がって撮りたいかも。いいね。上のセコムはなるべく入れないように、現実感が出やすいのでね。ではこの目の前の景色をちょっと下アングルからローアングルで空まで入れつつ撮ります。いいんじゃない？いいね。横も行きますか。ちょっと今圧縮効果を生かして遊んでみたいと思います。バスッと切り抜いてもいいかも。おもろ。いいね。なにこれ、めっちゃ美味しそう。このなんか縦に吊り下げられてるこのね、なんかフォーメーションが可愛いし、奥が多分暗くなると思うのでその感じを出します。そうね、そうそうそう、いいんじゃない？ちょっと後から周りトリミングしてもいいかも。面白いね。それでは看板をね、看板というか門ですね、門を下からのアングルで撮ります。これで 70mm なんですよ。結構ね寄ってますよね。いいね。70でこれですからね、すごいですよね。面白い。なんかこの一角が可愛いので撮ります。ここ全体がね、このベンチに光が当たる感じもいいね。ちょっと上から撮りたいな。手前に準備中の札があるので、それが入らないようにするためにやっぱり上から撮ってあげるのがいいのかなと思ったりしますね。いいね。バスがいますね。手前の桜をなんか前ボケにしてバス撮っても良さそう。いいんじゃない？面白い。バスと桜。可愛らしいですね。70mm と 200mm の違いを試したいと思います。これ今 70mm です。ぐっと寄って、これが 200mm です。
圧縮が効いていて面白いですね。っていう楽しみもあります。行こうか。この辺りからまた撮ってもいいかもね。いいね。何がいいかって、あそこのね、影のあたりが、この辺りがいいんですよ。かわいいね。赤いひらひらとか入ってまた面白いかもしれない。こういうステッカーいっぱいの柱とかも結構好きですね。今70ですね。面白いね。本日の動画はこれにて終了となります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。